もしブロックした元恋人が何年もあなたの情報を調べ回っていたら、2010年12月、今回の舞台は神奈川県逗子市。よし、また新しい依頼頑張らなくちゃ。自宅でパソコンに向かいながら明るい表情でつぶやいたその女性は A さん。広告会社のデザイナーとして働いていた彼女は最近個人でも仕事を請け負うようになったばかり。本当にここに引っ越してきてよかった。2年前結婚を機にこの町へやってきた A さん。新しい生活にもようやく慣れ、仕事も新たなステージへ踏み出した彼女はさらに充実した日々が始まることを予感していたんです。しかし、あら、不意に A さんの携帯に届いたのは見知らぬアドレスからのメール。そのメールを開いた途端、 A さんの顔は一気に青ざめます。お前だけ幸せになろうとするな。その日以来 A さんの元には同じメールが毎日のように届きました。その件数は2週間で2000通にも及んだんです。充実していた日々を送っていた女性の元に届いた不穏なメール。その狂気じみたストーカー行為の全貌とは。一人の女性に執着した男の彼女を手に入れる狂気の方法とは。おそす、最近ケンちゃんです。追いかけるよりも追われたい闇闇子です。というわけでですね、ヤミコさん、本当に追われる恐怖っていうのを今回の話で味わっていただきたいです。私ちょっと不用意なこと言っちゃったの？そうなんです。今日の話を聞いたらそんなこと言えないですよ。というわけで本日ご紹介するのは神奈川県逗子市で起こったストーカー殺人事件について。6年もの嫌がらせの末、殺人にまで発展してしまった衝撃の事件なんです。めちゃくちゃ有名な事件だから今でも覚えてるんだけど、6年もの間ね、ずーっとストーカー行動してたわけでしょ。ものすっごい執着心じゃないのよ。6年ってすごいよね。いや、ほんとすごいわよ。大学卒業して2年を釣り来る。そしてね、この事件ね、加害者が悪いのは当たり前なんですけど、周辺の警察のミスとかも重なったってところで、胸くそ悪い事件なんですよ。というわけで、この男の狂気に満ちた執着とは一体どのようなものだったんでしょうか。優しくて素敵だった人。2006年9月、最初の舞台は東京都世田谷区。この2ヶ月、もうずっとなんです。カウンセラーに向かい、今にも泣き出しそうな表情で訴えるその女性は A さん。テーブルの上に置かれた彼女の携帯画面には、ある男から送られてくる何通ものメールが表示されています。お前だけ幸せになるのは許さない。今日、実未遂をしたよ。お前のせいだからな。そのメールの数々は、2ヶ月前に別れた A さんの元恋人から送られてくるもの。毎日のように届く恨みのこもった言葉に、A さんは完全に疲弊しきっていました。止まりませんか？困りましたね。ひどく消耗した A さんの様子にため息混じりにそう答えたカウンセラー。 A さんを困らせていたこの男は一体何者なのか。それは A さんがカウンセリングに訪れる約2年前の2004年10月。その日 A さんは世田谷区の体育館で開かれていたバドミントンサークルに参加していました。今日が初参加ですか？ぜひ楽しんでいってくださいね。そう言って A さんに笑いかけたのはバドミントンサークルでコーチを務める田中。女子校で非常勤講師をしているこの男はバドミントン部でも積極的に生徒を指導する人気の教師。社交的で優しく A さんの目にも魅力的に見えていました。この人が彼氏だったらきっと楽しいだろうな。その後順調に交流を重ねていった2人はいつしか恋仲に。熱愛だった2人は付き合って間もなく結婚を意識するほどだったといいます。この男が嫌がらせするようになるわけ？いい男じゃない？今のとこ。長く付き合ってみないと人間の本性ってね、わかんないんですよ。それは A さんと田中が付き合って1年ほどが経った頃。ごめん、お待たせ、電車が遅れてて。その日 A さんは田中との待ち合わせに数分遅れてやってきたんです。すると田中は A さんの顔すら見ようとしません。ねえ、ごめん、お願いだから機嫌を直して。結局この日田中の機嫌が治ることはありませんでした。そう、田中は A さんとの関係に慣れるうち、彼女に対しあからさまに横柄な態度を取るようになっていったんです。何より A さんが困っていたのは田中の異常なほどの独占欲。俺以外の男と二人きりで？てめえ何考えてんだ。だから取引先の人の車に乗せてもらっただけなの。お願いだから分かってよ。田中はたとえ仕事であっても A さんの交友関係にいちいち口を出し、男性と二人きりになることがあればその度にヒステリックに怒鳴り散らかすんです。めんどくさ。付き合った当初の社交的で優しいイメージはもはや消え失せていました。こうして迎えた2006年7月、 A さんは田中に別れを切り出します。以降 A さんの言い分に腹を立てた田中はしつこく嫌がらせのメールを送信。嫌がらせはメールだけにとどまらず、近所の公園で酒と薬を大量に服用し筒未遂を図るなどの迷惑行為にも発展していました。やはり自分から距離を取る以外に方法はないと思います。カウンセラーにそう勧められた A さんは静かにうなずきました。ここから A さんは住み慣れた町も職場も捨て、新天地へ引っ越すことでようやく田中から逃れることができたんです。しかし悪夢はまだ始まったばかりでした。
引っ越しても無駄ってこと？そうなんです。この田中という男は引っ越したくらいで逃げれるような男ではなかったんです。平穏な日々の崩壊。A さんと田中が別れてから4年後の2010年12月、A さんはこの頃、神奈川県逗子市で暮らしていました。あ、また依頼が来てる。個人でも意外と仕事がもらえるものなのね。自宅でパソコンを前に嬉しそうにつぶやいた A さん。広告会社のデザイナーとして働いていた彼女がこの街へ来たのは、2年前に同じ職場の男性と結婚したことがきっかけ。新しい環境にも慣れ始めた A さんは、仕事の可能性を広げるため、個人でも SNS で売り込みをするように。そんなある日のこと。あら、 A さんの携帯に唐突に届いた送り主不明のメール。その中身を開いた途端、彼女はその場に凍りつきました。その内容は、お前だけ幸せになるなんて許さない。そう、そのメールはどう見ても A さんが4年前に逃げ出してきた田中からのもの。以降、田中からのメールは2週間で2000通も届き、 A さんはただただ恐怖に震えるしかありませんでした。怖すぎだろこれ。なんで田中が A さんのアドレスを知ってるわけ？仕事も引っ越しまでして何もかも変えたのに。4年前に終わってたと思ってた身からすると背筋が凍りますよ。ゾッとするわね。 A さんがね、仕事で SNS を使うようになったことがきっかけで田中に知られてしまったんです。田中は A さんと連絡が取れなくなった後、彼女を忘れられないことを一人で悩み続けていました。拒絶されたことを絶望した田中はうつ病を発症し、山岳地帯で未遂、救助ヘリを出動させる騒ぎを起こしたことも、教師の仕事もすっかり辞めてしまい、完全な引きこもりに。そうやって自宅にこもる日々の中でも、田中は A さんの元勤務先へ身内のふりをして電話をかけるなど、あらゆる手段で彼女の足取りをつかもうとしていました。そんな田中が SNS を積極的に活用し始めた A さんのアカウントにたどり着くのは時間の問題でした。そして今日は仕事終わりに旦那さんとディナーに行きます。 A さんの SNS を見て初めて彼女が結婚していることを知った田中。4年間 A さんを探し回っていたこの男は、もはや怒りを抑えることができなくなっていたんです。その後、何らかの方法で A さんのメールアドレスを入手した田中は、来る日も来る日も彼女に脅迫メールを送信。 A さんが警察に相談した結果、厳重注意によって一時メールは止まりましたが、それからわずか3ヶ月後には再開。絶対殺す、刺し殺す。1日100通近く送られてくるそのメールの内容自体も回を追うごとに過激になっていきましたが、何より A さんが困惑したのは、彼女の周囲にも被害が及び始めたこと。 A さんの東京時代の元同僚の自宅へ勝手に大量の出前を届けさせるなど、田中は彼女が嫌がりそうなことは何でもやるように。困り果てた A さんは再度警察に相談し、ようやく田中は逮捕されることに。こうして2011年9月、脅迫罪に問われた田中に懲役1年執行猶予3年の判決が下され、ようやく事態は収束するかに思われたんです。やばすぎ。どこ逃げても無駄って思わされるような執着の仕方よね。田中というのはストーカーの中では拒絶型に分類されるんです。拒絶型。このタイプね、特に執着心が強いとされているんです。というわけで本日のメトラキーワード、ストーカー拒絶型について。ストーカー加害者はその対象や精神病理性の有無から拒絶型、憎悪型、親密性追求型、相手にされない求愛型、略奪型の5つに分類されるんです。中でも拒絶型は夫婦や恋人などの関係破綻をきっかけに発生するもの。加害者が激しい怒りを抱くケースが多く、執着心が強くなりやすいんです。拒絶型のストーカーは被害者への復讐もそうなのですが、同時に関係の再構築を望んでいる場合があり、その心理状態は非常に複雑。ストーカー行為で相手を身近に感じることで傷ついた自尊心が一時的に慰められるため、しつこく犯行を繰り返すんです。ねえ、田中の判決執行猶予3年でしょ、ほんと大丈夫なのそれ。田中の執着心を考えると3年自由って全然安心できないですよね。こっちがやられてる側だとするとね。田中が脅迫罪で有罪になってから約1年後の2012年11月6日、午後2時を迎えた頃、彼はその日訪れた街角で一軒の民家をじっと見つめていた。そう、それは紛れもなく A さんの自宅だった。やっと見つけた。無表情につぶやいた田中はそのまま A さんの自宅へ向かって歩みを進める。彼が向かったのは玄関ではなく1階の窓。なんで？侵入してきた田中の存在に A さんはすぐに気がついたが、もはや手遅れだった。俺にはもう失うものは何もない。そう決心した田中のその手には鋭く光る包丁が。そして田中は逃げようとする A さんの首や背中に向かい、何度も包丁を突き立てた。しばらくするとピクリとも動かなくなった A さん。田中が一番に憎み、一番に執着したその女性は、彼の40回目の誕生日のこの日、永遠に帰らぬ人となった。その後、田中は A さんの遺体をそのままに彼女の自宅2階へ、ベランダの手すりに紐を巻きつけると首を吊り、自身も命を絶ってしまったんです。何？メールアドレスはどうやって知ったか分かったんだけど、なんで住所まで特定できたのよ。警察何やってんのマジで。ほんとそこなんですよ。なぜ田中は A さんの住所を特定できたんでしょうか。
実のところ田中は有罪判決を受けた2011年9月からずっと水面下で A さんの住所を探し回っていました。彼は Yahoo 知恵袋などのサイトを利用し質問を繰り返し A さんの情報を集めるためのあらゆる手段を調べていたといいます。お世話になった人を探しています。会ってお礼をしたいのですが、いかんせん住所がわかりません。何か特定できる方法はないでしょうか。田中が投稿したそれらの質問の数は400件以上にも上りました。中には凶器や刑法に関する質問もあり、田中がよからぬことを考えているのは明白。その後、田中は A さんの住所の調査を探偵に依頼。A さんの夫になりすました下請け業者が逗子市役所に問い合わせをし、A さんの住所が田中に知られることに。実は A さんは住所を知られることを恐れ、住民票の閲覧制限を申請していました。しかし対応した職員は制限の有無を確認しておらず、閲覧制限は何の意味もなさなかったんです。ちなみに田中が有罪判決を受けた後、A さんの自宅周辺には防犯カメラが設置され、警察が見回りを強化していましたが、その期間は半年で終了。警察が警戒を解くと、数日後にはまた田中からの脅迫メールが再開。ただしその内容は慰謝料を払えなど直ちに脅迫とは判断しにくいもの。当時のストーカー規制法にはメールの規定がなかったこともあり、警察が動くことはありませんでした。しかし実はこの判断は警察の認識不足と言わざるを得ません。田中には被害者に対して訪問、電話、メールを含む一切の接触を行わないという特別遵守事項が課されていたんです。 A さんが相談を持ちかけた逗子署はこの特別遵守事項を把握していませんでした。このほか住所特定の手助けになったかはわからないものの、警察は田中が勾留されていた際、彼の前で A さんの住所や結婚後の名字を読み上げる失態を犯したとも。このように逗子ストーカー殺人事件は掘れば掘るほど関係者の不備が次々に出てくる事件だったんです。警察がもっとさ、田中見張ったり注意してればこんなことにはならなかったんじゃないの。役所も役所で個人情報普通に教えちゃってるじゃないの。やばくないこれは。事件の当事者、やられてる側にならないと結局警察も心理的に人事なのかって疑っちゃいますよね。2012年12月28日、逗子ストーカー殺人事件は容疑者死亡のため不起訴処分とされ幕を閉じました。遺族としては怒りのやり場もないそんな幕切れ。 A さんを失った主人はその悲しみを次のように語りました。ずっと手をつないで同じ道を歩いていく人だと思っていた。心に開いた穴はきっと一生埋まらない。しかし一方で事件の教訓は後の社会にしっかりと生かされているんです。事件をきっかけに2013年6月にはストーカー規制法の改正案が可決。これによってメールの連続送信がストーカーの付きまとい行為として禁止されるように規定されました。また2014年には田中に A さんの住所を教えた探偵の下請け業者が逮捕され、懲役2年6ヶ月の判決を。6年もの間一人の男に執着され続けた A さんの暮らしは気の休まる時間もないものだったはず。自分を被害者のように捉え、嫌がる相手の気持ちを想像することもできない田中のその振る舞いに怒りを覚えずにはいられません。